職場の陰口、SNS での誹謗中傷、心ない一言。あなたは日々、言葉という見えない刃に心を傷つけられてはいないだろうか。眠れない夜を過ごし、明日が来るのが怖いとさえ感じてしまう。もう、そんな日々は今日で終わりだ。今からお伝えするのは、およそ2500年前、ブッダが残した再起用の護身術。あらゆる悪意を無理を下し、あなたの心を鋼のように守る究極のカウンター術。その名も、不能の教え。この動画を見終える頃、あなたはもう、誰の言葉にも傷つかない無敵の存在となっているだろう。本題に入る前に、まず問いたい。そもそも我々は、なぜ他人の言葉ごときで、これほどまでに深く傷ついてしまうのか。その心のメカニズムを理解することが克服への第一歩となる。原因は大きく分けて3つある。1つ目の原因、それは人間の根源的な欲求である承認欲求だ。我々は社会的な生き物であり、群れの中で認められたい、受け入れられたいという本能がプログラムされている。悪口や陰口はこの承認欲求を根底から揺さぶる。お前はここにいる価値がないと群れからの追放を宣告されるようなものだ。だからこそ我々は本能的な恐怖を感じ深く傷つくのだ。二つ目の原因、それは自己肯定感の低さだ。自分自身に対する信頼や評価が低い状態。これが非常に厄介だ。自己肯定感が低いと他人のネガティブな言葉をまるで真実であるかのように受け取ってしまう。心の中にいる小さな自分がこう囁くのだ。やっぱり自分はダメな人間なんだと。相手が投げた石を自分で拾い上げ、自分の胸に突き立てている。これが自己肯定感が低い人の心の状態だ。3つ目の原因は脳の仕組みにある。我々の脳には扁桃体という部分がある。これは危険を察知する警報装置だ。悪口や罵声のような強いネガティブな刺激を受けると、この扁桃体が即座に活性化する。そして攻撃された。危険だと判断し、全身に非常事態宣言を出すのだ。すると体はストレスホルモンであるコルチゾールを大量に分泌する。結果として心拍数が上がり、血圧が上昇し、不安や怒り、恐怖といった感情が湧き上がってくる。これは大昔我々の祖先が猛獣に襲われた時と同じ生存のための闘争反応だ。言葉は猛獣ではない。だが我々の脳は言葉による攻撃を生命の危機と誤認してしまうのだ。承認欲求、自己肯定感の低さ、そして脳の警報システム。この3つが絡み合い、我々は悪口に深く傷つく。では、どうすればこの呪縛から逃れられるのか。いよいよ、ブッダの究極の知恵、不能の教えの扉を開こう。物語は、ブッダが多くの弟子たちと共に、ある村を訪れた時のことだ。ブッダの教えを快く思わない、ある男が彼の前に立ちはだかった。男は、ブッダに向かって、ありとあらゆる罵詈雑言を浴びせ始めた。この偽善者め、人々を惑わす詐欺師だ。お前の教えなど何の役にも立たん。弟子たちは使用、侮辱され、憤慨し、今にも男につかみかかろうとした。だが、ブッダはそれを静かに手で制した。そして、ただ黙って嵐が過ぎ去るのを待つかのように男の言葉を聞き続けた。一切反論もせず、表情すら変えずに。やがて男は罵る言葉も尽き果て、肩で息をしながら黙り込んでしまった。その静寂の中、ブッダは穏やかな声で男にこう問いかけた。友よ、一つ尋ねてもよいかな。もし君が誰かに贈り物を渡そうとして、その相手がどうしても受け取らなかったとする。その時、その贈り物は一体誰のものになるだろうか。男は突然の奇妙な質問に戸惑いながらもぶっきらぼうに答えた。そんなもの渡そうとした俺のものに決まっているだろう。相手が受け取らなかったのだからな。その答えを聞くと、ブッダは静かにうなずき、こう告げたのだ。その通りだ、友よ。今、君は私にたくさんの汚い言葉を贈り物として与えてくれた。しかし、残念ながら、私はその贈り物を一つたりとも受け取ることはしなかった。さて、その贈り物は、今、誰のものだろうか。男は言葉を失い、顔面蒼白になった。ブッダの言葉の意味をようやく理解したのだ。これが、不能の教えの真髄だ。悪口、陰口、誹謗中傷、それらはすべて相手からあなたへのネガティブな贈り物に過ぎない。重要なのはここからだ。その汚れた贈り物をわざわざ受け取る義務などあなたには一切ない。受け取るか受け取らずに相手に返すか。その選択権は 100% あなた自身にある。多くの人はこの絶対的な選択権を持っていることにすら気づいていない。相手が投げつけてきた言葉の泥団子を律儀に受け取り、それで自分を汚し、心を痛めている。なんと愚かなことか。不能とは単なる無視、
や我慢とは次元が違う。それは私はあなたのそのネガティブなエネルギーを私の世界に入れることを許可しませんという力強くそして積極的な心の防衛なのだ。ではなぜ受け取られなかった悪意は相手に返っていくのか。ブッダはその宇宙の法則をさらに3つの鮮烈な例え話で説いている。これを理解すればあなたはもう悪口を言う人間を恐れるどころか哀れに思うようになるだろう。第一の法則、行天寺だの法則。悪人が賢者を害そうとするのは天に向かって唾を吐くようなものであるとブッダは言う。考えてみてほしい。天高く吐き上げた唾はどうなるか。もちろん天を汚すことなどできはしない。それは地球の引力に従い勢いを失い、やがては吐いた本人自身の顔めがけてまっすぐに落ちてくる。他人への悪意、嫉妬、呪いの言葉も全く同じだ。あなたがそれを受け取らなければ、そのネガティブなエネルギーは行き場を失い、発信源である本人を蝕んでいく。第二の法則、逆風用心の法則。それは風上に向かって塵や埃をまき散らすようなものであると。強い向かい風の中、誰かを汚そうとして砂を投げたらどうなるか。その砂は相手に届く前に全て自分に降りかかり、自分の目や口を汚すことになるだろう。他人の評判を落とそうとする噂話や根も葉もない中傷も全く同じだ。そのような行為は一時的に相手を傷つけるように見えても、長期的には自分自身の品位を貶め信用を失わせるだけなのだ。第3の法則、教を称エイズ異業の法則。それは小玉が音に応じ影が形に付き従うようなものであると。山に向かってヤッホーと叫べばヤッホーと返ってくる。自分の姿があれば必ず地面に影が落ちる。これは牽引と結果の法則、すなわち因果応報がこの世界の絶対的なルールであることを示している。自分の放った言葉や行いという原因からは決して逃れることはできない。遅かれ早かれ必ず結果という影があなたを追いかけてくるのだ。良い行いをすれば良い結果が、悪い行いをすれば悪い結果が必ず返ってくる。この3つの絶対法則を心に深く刻みつけてほしい。そうすればもう悪口を言う人間は恐れるべき敵ではなくなる。彼らは自分自身に唾をかけ塵を浴び、悪い結果の影を引き連れているただの愚かで哀れな存在なのだから。理論は理解できた。だが重要なのは実践だ。日常のさまざまな場面でこの不能の教えをどう使いこなすか。具体的なトレーニング方法を伝授しよう。ケース1、職場で上司や同僚から嫌味を言われたとき、君は本当に要領が悪いな。こんなこともできないのか。以前のあなたなら心の中ですみませんと謝り落ち込み、一日中その言葉を引きずっていただろう。だがこれからのあなたは違う。まず心の中でこう冷静に実況中継するのだ。おっと、今相手からイライラと無能感というネガティブな贈り物が投げられましたと。次に心の中で力強く宣言する。私はこの贈り物を受け取りません。配達先は差出人本人ですと。そして表情は変えずに淡々とこう返すのだ。ご指摘ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。重要なのは感情を乗せないこと。相手の感情のゴミ箱になることを断固として拒否するのだ。ケースに SNS で匿名のアカウントから誹謗中傷されたとき、こいつの意見マジでキモい。消えろ。以前のあなたなら怒りに震え、悲しみに暮れ、必死に反論の言葉を探したかもしれない。だがこれからのあなたはその無意味さを知っている。心の中でこう分析する。これは顔も名前も明かせない臆病な人間の心の闇という贈り物だと。こんな汚く価値のない贈り物を受け取るだけ時間の無駄だと。そして行うべき行動はただ一つ。反論しない。反応しない。ただ静かにブロック、そして削除。彼らはあなたの反応を餌に生きる寄生虫だ。餌を与えてはならない。ケース3、親戚や友人からマウンティングされたとき、あら、まだそのお給料で働いてるの。うちは主人のボーナスで海外旅行よ。以前のあなたなら劣等感や嫉妬、焦りを感じて作り笑いを浮かべていただろう。だがこれからのあなたは相手の心の奥底を見抜く。心の中でこう哀れむのだ。ああ、この人は他人を見下さないと自分の価値を保てないほど不幸なんだなと。その不幸という贈り物は私には必要ありません。どうぞご自分でお持ちくださいと。そして穏やかに微笑みながら全く違う話題を振る。ところで最近面白い映画を見ましてねと。相手の土俵から軽やかに飛び降りるのだ。
このトレーニングの極意は相手を憐れむことにある。悪口を言う人間は加害者に見えて実は心の病人だ。満たされない心、不安、劣等感という病に苦しんでいる。病人のたわごとにいちいち腹を立てる必要はない。そう思えればあなたの心は驚くほど静かになる。この不能の教えを日々実践しマスターしたとき、あなたの人生にはどのような変化が訪れるだろうか。それは単に傷つかなくなるというレベルの話ではない。あなたの存在そのものがより高く、より自由な次元へとシフトするのだ。第一に、あなたの心は泣いた湖のように常に穏やかで静かになる。他人の言葉という小石が投げ込まれても、もはやあなたの心の水面はさざ波一つ立たなくなる。第二に、あなたは本当の意味で自由になる。他人の評価や視線という見えない檻から完全に解放される。誰が何を言おうと、あなたは自分の信じる道を自分の足で堂々と歩んでいけるようになる。第三に、あなたは自分の貴重なエネルギーを本当に大切なことに集中できるようになる。今まで人間関係の悩みやストレスに浪費していた膨大な精神的エネルギー、その全てを自己成長、夢の実現、愛する人々との時間といった創造的な活動に注ぎ込むことができるのだ。ブッダはこうも説いている。汝自ら戒めやめ、まさに親戚することなかるべし、と。現代の言葉で言うならば、自分をしっかりコントロールして怒りの感情を鎮めなさい。決して相手を責め立ててはいけないということだ。これは相手のためではない。怒りや憎しみはまず自分自身の心を焼き尽くす猛毒だ。反応しないこと、怒らないことは自分自身の心を守るための再起用の盾なのだ。相手が放った毒矢をひらりとかわし、受け取らずにただ大地に落とす。その時、あなたは傷つくことのない真の強さを手に入れたと言えるだろう。最後に今日の教えをまとめよう。他人からの悪口、嫌味、誹謗中傷はすべて相手からの汚れた贈り物である。その贈り物を受け取るも受け取らずに相手に返すも、その選択権は 100% あなたにある。心の中で、ただ私は受け取りませんと静かに、そして力強く宣言すればいい。あなたが受け取らなかった悪意は天に吐いた唾のように、風に撒いた塵のように必ずそれを発した本人へと帰っていく。あなたは彼らを憐れみこそすれ、もはや傷つけられることはない。あなたはただ穏やかに自分の信じる道をまっすぐに歩んでいけばいいのだ。今日この瞬間からあなたもブッダの最強護身術、不能の教えを実践し、誰にも何にも傷つけられない自由で穏やかな、そして鋼のように強い心を手に入れてほしい。この知恵があなたの明日を照らす一筋の光となることを願っている。ご視聴感謝する。